今回はデュエマ新章開幕を記念して、初心者の入り口でもある、過去のスターターデッキ5選を紹介したいと思います。20周年を超えたデュエルマスターズですが、初めてカードに触れる方は友人からカードをもらったり、スターターを買ってデュエマを始めたかと思います。そこで出会った初めての相棒と共に、多くの激戦を駆け抜けてきたかと思います。そこで今回は歴代の主人公に焦点を当ててスターターデッキを振り返ってみていこうと思います。主人公とあなたの相棒は登場するのか、ぜひ楽しんでいってください。それでは本編へ移ります。まず紹介するのはこちら、初代スターターデッキ、DMC1 デュエルマスターズ TCG 勝負火炎デッキ。発売日は2002年12月19日で値段は1430円。やはり切り札勝負といえばボルシャック。切り札勝負といえば非文明のデッキ。初代主人公らしく熱く情熱的な赤タンビートとなっております。非文明らしくパワーに優れたカードが多く、パワーアタッカーなどパンプアップ効果が多く採用されております。初代ということもあり特殊な効果は少ないですが、マナ破壊できる2コストピーポや、闇文明でおなじみ両者破壊の効果を持ったディオライオス、アンタップキルのジージョなど、今でもよく見る効果などは初代から登場していました。中でも目を引くのがまだ語り継がれるボルシャックドラゴン。近年ではツインインパクト化などもされ、現役で活躍し続ける主人公カードの代表的な一枚です。さらにまだ現役といえば赤タンの重鎮、ブレイズクロー。このお方なしでは赤タンは語れないと言えるほどの最強カードであり、このカードは長らく非文明1コストの基準となるカードで、20年経った今でも完全上位互換は登場していません。この2枚は再録回数、プロモの数などからもわかる通り、ずっとデュエマを支えてきた巨匠と呼べるでしょう。まさに原点にして頂点。デュエマの歴史を語る上で欠かせないカードが揃った、素晴らしいスターターデッキと言えます。次に紹介するのはこちら、新時代の幕開け、初の主人公交代で登場したかったの相棒、DMD1 デュエルマスターズ TCG、スタートダッシュデッキ、火&自然編、発売日は2011年4月23日で値段は1300円。勝負くんの登場から9年、新たな主人公、カッタくんの最初の相棒は、寄進勇者スタートダッシュバスター、4コストの軽量進化クリーチャーで、進化条件は非化自然のクリーチャーと、これまでの種族指定の進化条件から大きく緩和され、進化クリーチャーが使いやすくなり始めた時期でもあります。登場時に5以下のクリーチャーをマナに送ることができ、ダブルブレイカー持ちとかなり早い段階から有利な状況を作れます。この新カードに合わせてデッキも非自然の、由緒ある主人公カラーで構成されており扱いやすい構築です。採用カードにはビートの重鎮ブレイズクローを筆頭に、近年でもよく使われていた1コスアタッカーのポレゴン、2コストで SA を持ちと高性能アタッカーのブライユー機体が、一撃離脱のスペシャリスト、襲撃者エグゼドライブ、ビート界の中継ぎでは外せ定番能力3マナ1加速クリーチャー、多くの類似カードが生み出されているブロンズアームトライブと、優秀な軽量クリーチャーが揃っており、トリガーも11枚と、バランスの取れたデッキとなっています。昔のデッキ特有のレアカードが1枚しか入っておらず、複数買わないと引けないという弱点はあるものの、非常に扱いやすいデッキとなっています。続いてはこちら、カップに見えるかもしれませんがご安心ください。こんな見た目でも中身はちゃんとしたデッキです。カッタくんの新章での新たなスターター、DMD29 革命スタートデッキカッタの疾風速攻。発売日は2016年4月23日で値段は990円。1000円以下とこれまでのデッキより低価格で、見た目も面白く、子供たちが入りやすい工夫がされています。今回のレアカードはデラックスブリキングでなんといっても魅力は、みんな大好き革命チェンジ。今も使われる最強ギミックが採用された記念すべきスターターです。非化自然のドラゴンからチェンジでき、登場時に6以下のクリーチャーを破壊できる効果を持ちます。先ほどのスタートダッシュバスターに似た効果で、色も同じとスタートデッキ特有のお手軽感が出ています。デッキカラーもおなじみ非と自然の2色。構築も前回のデッキと共通点が多く、タイガから1コスト重くなりマナ加速が追加されたハムカツマンや、軽減効果を持ったトップギア、手札交換と加速を担うネクストチャージャー、環境でも活躍したサーチ役の55時ウォッチなど、ビートに寄せつつキーカードを探すカードが増え、レア枠も2枚と、従来のスターターのレアを引けない欠点をなくし、子供でも楽しんで切り札を出せる構築になっています。トリガーも11枚で前回も採用されていた、ラキテイドラグーンが続投しているなど、カッタくんらしさが出ています。
そして新たな仲間たちのハムカツ団を引き連れて、速さと革命チェンジを駆使した戦略で、革命編を駆け出していきます。新ギミックを取り入れてつつ、スターターらしい安定性と使いやすさが売りの、子供に嬉しいカップになっています。お湯を入れたらカードが大変なことになるので、取り扱いにはご注意ください。続いて紹介するのはこちら、カップの次はピザ箱かと思って皆様、ご安心してください。今度の商品は環境で熱々のピザ箱です。スターターの皮をかぶった環境デッキ、MSD4 ジョーカーズ弾銃炸裂スタートデッキ、発売日は2018年3月17日で値段は990円。新主人公ジョー君に代わって2度目のスターターになります。特筆すべきはその圧倒的な展開力と速さになります。ジョーカーズという元より展開力に優れた種族です。ジョーカーズによるサーチ、ヤッタレマンによる継続軽減効果、パー力士のマナ加速に、スタンカーネンのドロー、ヤッタレマンが2体いればこれらで手札とマナが尽きるまで、延々と展開し続けることができます。新登場の切り札、ガンバトラーグレート7がそこに速さを追加しました。ガンバトラーの効果はジョーカーズが4体以上あれば、コストは5少なくなるという軽減効果と、自分のクリーチャー1体のパワーをプラス7000するパンプアップ。さらにジョーカーズは、バトルゾーンに出たターンの間、相手プレイヤーを攻撃できるという実質 SA と、あまりにも盛られすぎた破格の性能をしています。軽減効果で2コストでダブルブレーカーが出るだけでも異常なのに、そこにパワー増加がつき、なぜか味方全体に疑似 SA まで付与できます。スターターとは思えない土地狂った能力です。どれか一つだけでも十分なのに全て揃えてやってきました。新たな仲間たちジョーカーズはゼロ文明のため効果が多彩で、ドローに加速に軽減に除去と全てゼロ文明内で完結しており、他の色を採用しないので色事故が起こらず、初心者でも難しいことを考えずに戦える、非常にシンプルなデッキとなっています。当時4枚使えた水文明のニアリーゲットが入ってはいますが、マナに水がなくても打てるので問題ありません。場に無色クリーチャーがいればグラビティゼロの効果でただ打ちできるので、0マナ3ドローの最強カードになります。入手困難だった時期での再録は多くのプレイヤーが喜びました。小回りの利く軽量クリーチャーたちに、最強リソースのニアリーゲット、そして一斉攻撃のできるグレート7。これだけでかなりまとまった速攻デッキに仕上がっていました。ですが新規カードはまだまだあります。ツインインパクトが登場する弾ということもあり、加速とアタッカーになるガンバグレートが収録。踏み倒し効果を持ったビッグラボックス。大型クリーチャーがいればタダで出る遮断球など、優秀なクリーチャーが多く収録されていました。特にヤッタレマンから大量展開。そして1コストでグレート7、さらにグラビティゼロで遮断球と過剰打点からの一斉攻撃は凄まじく、奇襲性が高く、止めるのが難しいデッキでした。ヤッタレマンを最初に除去できなければ止まることを知らず、CS などではこのデッキにナッシングゼロなどを加え、不純物を少なくした構築で環境を蹂躙していきました。1000円で買ったデッキに少しカードを追加するだけ、CS でも十分すぎるほど戦える史上最強のピザ箱です。これには全国のキッズたちもにっこり。最後はこちら、ジョー君最後のスターターにして新たなカラーリング。光と自然を仲間に現れた新ギミックたち。DMSD20 キングマスタースタートデッキ。ジョーの SMAX 進化。発売日は2022年4月9日で値段は900円。こちらはつい5ヶ月前なので皆さんご存知ではないでしょうか。新たなギミック、SMAX 進化と魂度が登場した、新時代の幕開けとも言えるスターターになります。新ギミックの登場ということもあって新規カードは驚異の13種。新規カードが2種しかなかったり、ほぼ再録ばかりだった。過去のスターターとは比較にならない豪華スターターです。さらにそのうち5種類はデッキ限定カードで環境級の強さがあり、ライオネルなどの魂度主軸のデッキを使う上では欠かせない、買う価値の高いスターターになっています。さらに豪華なのは収録内容だけではありません。20周年記念を開始してからのスターターの共通点、豪華金箔仕様の黄金スーパーレアカードがこのデッキにもあります。封入率は非常に低確率ではありますが金箔のカードは圧巻の一言。当てることができたらキッズも大喜びのスーパーな1枚です。嬉しいところはレア枠だけでなく収録されている魂度も、汎用性が非常に高く、このスターターと、もう片方のアバク君のスターターを買って、アポロヌスワンショットを組んで、
CS に乗り込んだプレイヤーが多かったのではないでしょうか。ライオネル、アポロヌスなど派生先も多く、デッキ単体としても加速と防御力に優れ、魂度とスター進化では持ちがよくロングゲームも耐えられる。これまでの主人公デッキとは全く違う戦い方ができるデッキでした。今回は、新章開幕記念としまして歴代スターターをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。